今日はさつまいもケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はさつまいもケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はさつまいもケーキを作るんですが、炊飯器で簡単に作れるレシピをご紹介していきます。さらにですね、ホットケーキミックスを使うので、とても手軽に作ることができます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、ホットケーキミックス、牛乳、卵、無塩バター、蜂蜜、黒ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもなんですが、今皮付きの状態で約 200g になります。さつまいもの品種に関しましてはお好みのものを使用してください。そして今回甘みには蜂蜜を使っていきます。甘さを蜂蜜でつけていただくことでコクのある仕上がりになります。さらにしっとりとした食感に仕上がります。そしてバターですね。こちらは無塩バターを使用してください。もしない場合はサラダ油で代用していただいても OK です。その場合は大さじ2杯入れてください。そしてですね、今回は炊飯器で作っていきたいと思います。なのでこちら分量外ですが、炊飯器の内側にサラダ油を塗っておいてください。適当にね、最初パーッとサラダ油を入れて、あとはキッチンペーパーなどで広げてください。きちんとね、この側面や、あとはこの角っこにもね、きちんと塗ってください。はい、OK です。このように塗っておきましょう。こちらは必ず生地を作る前に準備しておいてください。ちなみに今回私が使っている炊飯器は3合炊きになります。5合炊きの場合はだいたい 1.5 倍量ぐらいで作っていただくといいかなと思います。それでは早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずさつまいもを切っていきます。このさつまいもなんですが、今回は皮ごと使用していきます。もし皮が苦手な場合は剥いて使っていただいても OK です。そしたらね、まずこちらをね、半分に切ります。生の状態だとすごく硬いので、手を怪我しないようにだけ注意してください。そしたらですね、さつまいもを立ててだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。こちらも同じように1センチ幅で切ります。はい。で、1センチ幅に切ったら、今度は縦に1センチ幅に切ります。そしてくるっと回転させて、また同じように1センチ幅に切ります。このように1センチ角の大きさに切ってください。切ったさつまいもはですね、ボウルに入れます。はい。そしてこのように水にさらしておいてください。ではですね、残りも同じように切っていきます。はい。さつまいもはこのように切ってください。それではこのまま5分ほど水にさらしてください。このように水にさらしていただくとアク抜きができるのと、あとは変色も防ぐことができます。はい、5分経ちました。そしたら一度水を切ってください。はい。で、水を切ったらさっと水洗いして、そしてボウルに戻し入れます。そしてここにふんわりラップをしてください。ラップをしたら空気の出入り口を1箇所ね、このように開けておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で4分加熱します。はい、4分加熱しました。そしたらラップを外してください。この時に蒸気がね、ふわっと上がってくるので、やけどしないようにだけ注意してください。今こんな感じの状態です。まあ大体ね、8割ぐらい火が通ってれば OK です。この時にね、少し先ほどの水分が残ってるので、こちらの水分は取ってください。なので一度ね、ざるに開けていただくといいかなと思います。この時ね、すごく器が熱いので、これもね、やけどには注意してください。はい、一旦ざるに開けて戻します。さつまいもの準備はこれで OK です。続きまして生地を作っていきます。まずはじめにこちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜて最後までバターを溶かしてください。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。続いて別のボウルに卵を割り入れます。そしてよく溶きほぐしましょう。はい、溶きほぐしたらここに蜂蜜を加えます。そしてよく混ぜます。
はい、OK です。続いてここに溶かしたバターを加えます。この時にバターが熱々の場合は少し冷ましてから加えるようにしてください。人肌よりも少し温かいぐらいだったらそのまま入れちゃって OK です。では入れます。そしてよく混ぜましょう。材料はですね、加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。よく混ざったら続いて牛乳を加えていきます。そしてよく混ぜます。よく混ざったら続いてここにホットケーキミックスを加えます。こちら振るわずに入れちゃって OK です。そしてダマができないようにしっかりと混ぜてください。はい、このように綺麗に混ざれば OK です。そしたらですね、今度はゴムベラに持ち替えていきます。この中に先ほど加熱したさつまいもを入れてください。さつまいもたっぷりですね。あとは黒ごまです。そしてこれをよく混ぜましょう。さつまいもをね、崩さないようによく混ぜてください。はい、生地はこれで OK です。それでは用意しておいたこちらの炊飯器に生地を入れていきます。はい、で生地を入れたら少しね、炊飯器を揺らして、そして表面を平らにしてください。はい、OK です。ではこちらを炊飯器の中に入れて通常炊飯していきます。この炊飯時間はですね、お持ちの炊飯器によって適正な時間が変わる場合がありますので、様子を見ながら炊飯時間は調整してください。では炊飯します。はい、今ね、炊飯が終わりました。トータルでね、60分炊飯してます。そうしましたらこのまま蓋を開けずに20分置きます。そして最後は余熱で仕上げていきます。はい、20分経ちました。蓋を開けます。じゃじゃーん。こんな感じでね、ふっくらとした仕上がりになってます。最後ですね、竹串を刺してきちんと中まで加熱されてるかチェックします。ではね、真ん中刺します。これで生の生地がついてこなければ OK です。この時にですね、まだ生の生地がついてくる場合は追加で保温してください。それでも足りない時はね、一度炊飯してみてください。ただあんまりやりすぎると周りが焦げてしまうので注意していただけたらと思います。それでは取り出したいと思います。そしたらやけどしないようにミトンやね、あとは調理用の軍手などをしてください。そしてこの上にお皿を乗せます。そして裏返します。よいしょ。はい、それでは開けます。オープン。じゃじゃーん。こんな感じでとても美味しそうに仕上がってます。そしてね、周りもいい焼き色に仕上がりました。それではね、切りたいと思います。はい、これでさつまいもケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。そして最後ですね、こちら分量外ですが仕上げに粉糖をかけたいと思います。ではかけます。はい、これで完成です。では切りたいと思います。はい、中身はこのような仕上がりになってます。さつまいももたっぷりで美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。すごくしっとりふわふわです。そしてこのさつまいものホクホク感がすごくアクセントになってます。美味しい。この蜂蜜でつけた甘さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもケーキのポイントです。まずさつまいもなんですが、今回皮付きの状態で約 200g 使いました。このぐらい使っていただくとさつまいもがたっぷりでホクホク感も楽しむことができます。そしてこのさつまいもなんですが、だいたい1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。この切り方はですね、やりやすい切り方で切っていただけたらと思います。ただですね、生のさつまいもはとても硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。そして切ったさつまいもは水に5分ほどさらしてください。そうすることでアク抜きができるのと、さらに変色も防ぐことができます。ただですね、5分以上さらしてしまうとさつまいもの風味も流れてしまうので、5分以上は水にさらさないようにしてください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして生地を混ぜたらさつまいもを加えるんですが、さつまいもは加熱して水分が出た時は水分は切って
って生地の中に加えるようにしてください。そして今回はですね、炊飯器を使ってケーキを作りました。なので炊飯器の内側に必ずサラダ油を塗っておいてください。そして生地が出来上がったらサラダ油を塗った釜の中に生地を加えて、そして上下に揺らして表面を平らにしてください。あとは通常炊飯するだけなのでとても簡単です。ただですね、通常炊飯でも炊飯器の種類によって適正な炊飯時間が変わる場合があります。今回私はですね、蓋を開けずにそのまま20分待ったんですけれども、ちょっとね心配な場合は炊飯が終わったら一度蓋を開けていただいて、表面がねほとんど乾いている状態であればそのまま蓋をして20分ほど置いてみてください。ただね、目で見ても明らかに表面が生の状態の場合は追加でね炊飯していただくといいかなと思います。ただね、あんまり炊飯しすぎると周りが焦げてしまうので、炊飯のしすぎには注意していただけたらと思います。どうしても半生になってしまった時は一度電子レンジで軽く加熱していただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいもケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。